皆様こんにちは。シトラスハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。そしていつも本当にありがとうございます。チャンネルを見ていただいたりとか、チャンネル登録、グッドボタン、そして温かいコメントなんかも本当にね、私励みになっております。はい、この度ね、チャンネル登録者様が1万人を超えたということでね、私が一番びっくりしています。本当に皆様のおかげでね、チャンネルが大きく育って、もう本当に嬉しい限りです。はい、ちょっと動画が空いてしまって申し訳なかったです。はい、ここからまたね、いろいろ動画上げていきたいと思いますので、はい、ぜひね、編み物楽しんでいきましょうね。はい、ということで今回はですね、こちらのパイナップルの巾着できました。はい、編んでいきたいと思います。ね、とっても可愛いのでね、こんな感じでね、夏らしく、はい、結構しっかりいっぱいものが入るし、すごいしっかりした作りとなっています。はい。で、私動画内で葉っぱの数間違えちゃいました。ごめんなさい。動画内で葉っぱが8枚って言ってるところ、葉っぱこれ私の巾着これ9枚葉っぱあるのでね、申し訳ないです。惑わされないように気をつけてくださいね。はい。ということで、今回はこちらのパイナップルの巾着。はい。材料はですね、糸は2色使っていきます。で、もしね、この紐の部分とかね、リボンとか、お好きな紐があったら、その紐も準備して、あとはですね、かぎ針、とじ針、ハサミ、もういつものセットですね。はい。こんな感じで編んでいきたいと思います。はい、それでは編んでいきます。まずはこの底から編んでいきます。この丸い円の部分ですね。はい、そしたらこの糸端をまずは指にくるくるくると3回巻きつけたら、針は糸の下を通って一番左の糸を引っ張っていきます。そして1回糸をかけて編みます。そしたら指からゆっくり糸を外すと、ここに二重の輪っかができているので、ここに編み入れていきます。ここに細編み6回編みます。輪の中を通って糸を引っ張ってきて編みます。1回、2回、3、4、5、6、はい、そしたらちょっと引っ張ってこの輪っかを縮めていきます。糸端を少し引っ張るとこの二重の輪のどっちかが縮まるので、縮まった方の糸の根元を引っ張ります。そうするとこの輪が縮まってくるので、はい、ある程度縮んだらこの糸端をぐーっと引っ張るとこんな感じでね縮みます。はい、そしたら今編んできたこの輪に針を戻して、後ろから数えると1,2,3,4,5目目のところに引き抜きたいと思います。ここですね。ここに針を入れて引き抜くと、これも1目こんな感じでね1目になって1周1,2,3,4,5,6目のこんな感じで円ができました。続いて
2周目を編んでいくんですけれども、2周目以降こんな感じで数が上がっていくよっていうのを数字にしてみました。はい、今ですね、この1周6目の細編みが編めました。はい、2周目がここになりますね。12目になります。1周。この倍になります。で、1目につき2つずつ細編みを編んでいきます。で、その次3周目。18目になります。1周がね。で、ここですね、ずーっと6目ずつ増えていくんですね。はい、3周目は18目。で、1目につき1つ細編み、その次が2つ細編み、その次が1つ細編み、2つ細編みと、1、2、1、2って細編みを入れていきます。はい。で、4周目。またここから6目増えて24目になって、4周目は112、112と細編みを入れていきます。はい。で、5周目。また6目増えて、ここが30目になって、ここは1112、1112と細編みを編んでいきます。どんどんですね、1周ずつこの1が増えていくんですね。頭に。はい。112から1112になって、次6周目、36目になるんですけれども、ここは11112、11112と細編みを編んでいきます。これ永遠にどんどんね、この法則で大きくなっていくので、はい、お好みのところまで編んでいってくださいね。はい、それでは2周目編んでいきます。1目につき2つずつ細編みを編み入れていきます。はい、今1周目がこのような感じでね、終わったところで、今ここにこう引き抜いたところがここからね、糸が出ていて、この同じところにもう一回針を入れて糸を引っ張ってきます。はい、そしたらここで糸をかけて編みます。もう一回同じ面に針を入れて糸を引っ張ってきて細編みですね。これで1目に2つ入った形になります。隣の目も2目入れていきます。隣の目細編みで1回同じ目に1回、はい、隣の目も細編みを2回、1同じところに2、隣も細編みを1、2、隣も細編みで1、2、隣、ここが最後の目ですね。細編みを1、2、はい、これで12目編めました。そして、これが一番最初の目なんですけれども、ここに引き抜いちゃうとちょっと、1目増えちゃうみたいな感じになっちゃうので、私はですね、この隣、はい、後ろから数えると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11目のところに針を入れて引き抜きます。そうすると今引き抜いたこれも1としてカウントするとちょうど12目の1周、こんな感じで仕上がりました。続いて3周目。3周目は18目にしていきます。細編みを1212と編んでいきます。まずは今2周目でここに引き抜いたところがあって、同じところに針を入れます。はい、そして糸を引っ張ってきて、糸をかけて編みます。これが1と数えます。1。なので隣の目に移って隣が2回。1、
もう一回同じところにこんな感じでね、1、2と細編みが編めました。この繰り返しになります。隣の目が1回、隣の目は細編み2回、1、2、隣の目は1回、隣の目が2回、1、2、隣が1回、隣が2回、1、2、1、ここが最後の目ですね。2回、1、2、はい、そしたら、こんな感じでね、後ろから数えると17目のところに1234567891011121314151617、ここですね。ここに針を入れて糸を引っ張ると、はい、ここにも一目できて18目、一周18目の円ができました。続いて4周目編んでいきます。4周目は24目にしていきます。はい、ちょっとね、ここから目が多くなるので、これ準備しました。はい、目印をつけていきたいと思います。安全ピンとかね、何でも大丈夫です。はい、ここから今前の段でここに引き抜いたので、引き抜いた同じところに針を入れて糸を引っ張っていきます。はい、そしたら1回編みます。これが1とします。で、1のところにですね、目印を入れときます。はい。そして隣の目、ここも1です。1回細編み。隣が2回細編みです。1、2。隣が1回、隣も1回、そして隣が2回ですね。112、112の繰り返しになります。隣が1、隣も1、隣が2回細編みです。1、1、2、隣が1、隣も1、隣が2回、1、2、隣が1、隣も1、最後、ここが2回細編みで、はい、これで1周24目になりました。で、後ろから数えると23目のところに引き抜きたいんですけれども、これ今目印が入っているので、これが1個目のところでしたね。でここが1なので、この1個先、ここに引き抜きます。ここですね。はい。ここに針を入れて引き抜くと、これで1周24目の円ができました。私はここからですね、パイナップル編んでいきたいと思います。もっと大きくしたい場合はね、こんな感じでどんどん大きくしていってくださいね。はい、それではここからですね、まずは1周細編みを編みたいと思います。はい、その前にですね、一番最初のこの糸ですね、ピヨンと出ている糸端、あれをですね、今私糸処理したんですけれども、ここで隠していきます。はい、糸処理。一緒に編みくるめばよかったですね。はい、でも糸出ててもここで隠して、ここが袋の中に入るところになりますのでね、はい、糸処理をして編んでいきます。ここから
前の段で引き抜いたところがここですね。はい、これのこういうふうに V があって、 V の向こう一本をすくって細編みを編みます。はい、これが1目目、はい、印をつけておきます。隣の目も V の向こう一本をすくって細編み、向こう一本を拾って細編み、はい、一目につき一つずつ細編みで向こう一本を拾いながらぐるっと編んでいきます。この目が最後の目ですね。向こう一本拾って細編み、はい、そしたらここが印つけたところが一番最初の目になります。ここを外してこの印のついていたところの一個向こう、こっちの目に針を入れて、ここは2本しっかり針を入れたら引き抜きます。こんな感じで、一周ぐるっと編めました。ここからですね、パイナップルの部分スタートしていきます。はい、それではまず、今引き抜いたところ、同じところに針を入れて糸を引っ張ってきます。そしたらこの2本を編んで鎖編みを2回編みます。1、2、そしたらここからですね、隣の目からパプコン編み、長編み、パプコン、長編み、パプコン、この繰り返しになります。はい、まずはちょっと今ここ編んだところに印をつけておきますね。はい、隣の目はここになります。ここにまずは長編みを4回編みます。かけてこの目に針を入れて長編み1回、2回、3回、4回、はい、そしたら少しこれを長めに引っ張って1、2、3、4つ戻ったところに針を入れてこの輪っかをかけて前に引っ張っていきます。はい、そしたらここで1回鎖編みをして絞ります。はい、そしたら隣の目は長編みです。かけて長編み、はい、そしたら隣はまた同じくこれを作っていきます。4回長編みを編み入れます。1回、2回、3回、4回、はい、長編み4回編めたら4つ戻ります。1、2、3、4、4つ目のところに針を入れてこの輪っかをかけて前に引っ張ってきたらこれを鎖編みでクッと絞ります。この繰り返しになります。隣は長編み、そして隣はまたこの編み方です。4回長編みを編んで1、2、3、4、そしてちょっと輪っかを引っ張って1、2、3、4つ戻ったところに前から針を入れて輪っかを引っ掛けて前に引っ張ってきて、そして鎖編みを1回、
はい、ずっとこの繰り返しでぐるっと一周編んでいきます。長編み、そして隣の目がパプコーンですね。ここが最後のパプコーンになります。4回長編みを編んで、で123つ目のところに針を入れて糸を引っ張ってきて鎖編みを編みます。そしたらこの最初の印つけたところに引き抜きたいと思います。はい、ここですね。ここに今印をつけたんですけれども、これをこんな感じで取りましょうかね。ここに向こう2本をこうすくう感じにしましょうかね。こっちに2本かかってます。手間は1本、こっちは1本、向こうは2本みたいな感じになってます。はい、このまま引き抜きます。はい、そうするとこんな感じでね、一周出来上がりました。続いてパイナップルの2段目編んでいきます。前の段でこのポコッとしたパプコーンが入ったところには長編み、そして長編みを入れたところにはこのポコッとしたポップコーンを入れていきます。凹凸が逆に入る感じですね。はい、まずはですね、このポコッと出た上を見るとこんな感じですね。この絞ったところ、この真ん中のところですね。ここに、まずは針を入れて、こうですね。で、糸を引っ張ってきて、この2本を編みます。そして鎖編みを2回、1、2、はい。ここに印をつけときますね。で、隣、この長編みのところにこのポコッとしたねパプコーンを入れていきます。ここに4回長編み編んでいきます。長編みを1、2、3、4、そしたら1、2、3、4個戻ったところに針を入れて糸を前に引っ張ってきて、そして鎖編みでキュッと絞ります。そしたら今度このポコッと出た上ですね、ここに長編みを編んでいきます。かけて、このポコッと出たここ上によいしょ、こんな感じでね針を入れて長編み、そしたらこの隣の長編みの上にはパプコーンです。4回長編みを編んで2、3、4、1、2、3、4つ戻ったところに針を入れて糸をかけて前に引っ張ってきたら鎖編み、そしたらまたここですね、ここではなくこっちに入れたいと思います。はい、長編みをこのパプコーンの上に編んで、長編みの上にはパプコーン4回長編みを編みます。1、2、3、4、
4つ戻ったところに針を入れて、糸を引っ張ってきて鎖編み。はい、この繰り返しになります。ポコッと出た上、トップのところには長編み。そしてこの長編みの上には長編み4回編み入れて、そして1、2、3、4つ戻って糸を前に持ってきたら鎖編みで絞ります。はい、ぐるーっとこんな感じでね、編んでいきます。最後、この長編みのトップにパフコーンを入れていきたいと思います。1、2、3、4。1、2、3、4。そして鎖編みをキュッと絞ったら、これを最初のこの印をつけたところにつなげていきます。よいしょ。ちょうどこのひょっと出ているところに針を入れます。そうするとこっち1本向こう2本みたいな感じでね、はい、このまま引き抜きます。はい、そしたらこんな感じで2周目のパイナップルできました。続いて3周目ですね。ここからもうずっと編み方同じです。なのでね、お好みでこの段数を決めて、はい、好きなところまで編んでいってくださいね。ちょっと3段目も少し編んでいきます。まずはですね、今引き抜いたところがここですね。で、このパプコン、ポコッと出ている上のところ、トップのところに針を入れて、で糸を引っ張っていきます。でこの2本をまとめて編んで2回鎖編みを編みます。そしてこの上にちょっと印をつけておきます。はい、そしたら隣、この長編みの上はパプコンです。ポコッと出るところですね。4回長編みを編んで1、2、3、4。1、2、3、4つ戻って針を入れて糸を引っ張ってきて鎖編み。そして、隣ですね。このポップコーンの上、ここに長編みを編みます。よいしょ。そしたら隣はこの長編みの上にまたパフコーンですね。この繰り返しでぐるっと編んでいきます。ここが最後の目になります。ここはパプコーンですね。1、2、3、4。1、2、3、4。はい、これで1周編めました。3段目できました。そしたら最初のこの印をつけたところ、こここんな感じでね、針を入れて向こう2本、手前1本みたいな感じになってますね。はい、こん
ういう感じで引き抜きます。はい、そしたらもうこの後ですね、全く同じです。ぐる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 どんどん高さを出していきますね。まずはこの最初のポップコーンのこのトップに針を入れて糸を引っ張ってきてこの2本を編みます。そして2回鎖編み、ここに印をつけて、で隣のここからパフコーンが始まります。で4つ目のところ、糸を引っ張ってきて鎖編み、この繰り返しね、ずっとぐる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 お好きなところまで編んでみてください。はい、今私は6段編めました。12345 6。はい、皆さんもお好みのところまで編んだら、最後ですね、ぐるっと一周細編みをして終わりたいと思います。私は最後の6段目のこのポップコーンが終わったところ、最初とつなげるところですね。ここからまずは最初のところとつなげます。はい、最初のこの頭のところですね。こんな感じで引き抜きます。はい、そしたらですね、ここから一周ぐるっと細編みなんですけれども、まずはこのポップコーンのトップ、横のね、ここのトップのところに針を入れて細編みで、ここにちょっと印をつけときますね。はい、そしたら隣がですね、こう、いや隣はこれだ、長編みの上ですね。細編みで、隣がこのポップコーンの上のここ手前、ここですね。ここではなく、この手前のところに細編みで、このポップコーンのトップに細編み、はい、長編みの頭で、このポップコーンの手前、そしてポップコーン3箇所ですね。長編みの頭で、ポップコーンの手前、そしてポップコーンの上、はい、この順番で長編みの頭、ポップコーンの手前、ポップコーンの上、はい、ぐるっと一周細編みで進みます。ここが最後になります。長編みのトップですね。はい、そしたらこれでぐるっと一周編めたので、先に糸をカットしてピーッとこのまま引っ張ります。はい、そしてですね、とじ針に糸を入れて、でこの今引っ掛けてあるのをピッと取って、ここに引っかかってたんですけれども、この1個、左隣のここに針を入れて、で今ここから出ているので、この出ているところに針を戻します。
そうするとここに一目できたので、はい、ちょっと形を整えてあげて、この糸は裏へ見えないところへ隠していきます。続いて葉っぱの部分を編んでいきます。まずは葉っぱの糸で輪っかを作ります。はい、そしたら今作ってきたこのパイナップルのどこの目でも大丈夫です。どこかの目、前から針を入れて、で今作った輪っかをかけて前に引っ張ってきます。はい、そしたら1回鎖編みを編んで、同じ目にもう一回針を入れて糸を引っ張ってきて、この2本を編みます。そして2回鎖編み、1、2で1目スキップして、その隣、はい、ここに中長編みを編みます。はい、そしたら2回鎖編み、1、2、はい、また1目飛ばした隣、ここに中長編みを編んでいきます。で2回鎖編み、1、2、はい、この繰り返しになります。1目飛ばした隣、ここに中長編みを編んで2回鎖編み、1目飛ばした隣に中長編みを編んで2回鎖編み、1、2、この編み方でぐるっと一周編んでいきます。はい、今ぐるっと編んできました。最後ここに中長編みを入れて2回鎖編みを編んだところです。でこれをですね、最初ともうつなげちゃってもいいんですけれども、最後ここ2目余っているんですね。はい、で、この柱を数えると17本今作れたんですね。でここでこうつなげると17本の柱になるので、例えばこれをキュッて巾着で片方の紐だけだったら17本でバッチリです。はい、いいと思うんですけれども、例えばこの巾着を両方からキュッと結ぶ場合は、ここの柱が2で割れる数の方がバランスがうまくいくと思うので、はい、今私これ数えたらこれ17本あるので、もう1本ですね、はい、柱を作って中長編みの柱を、こっちかこっちに入れたいと思うんですけれども、そしたらじゃあここにすぐ隣のところに中長編みを編んで、で2回鎖編みを編んで、で最初とつなげていきますね。最初のところはもうこの広いスペースに針を入れて引き抜きます。はい、こんな感じでね一周できました。はい、でここからですね、一周ぐるっと細編みを編んでいきたいと思います。一つのスペースに3つずつ細編み編んでいきますね。まずはこの今引き抜いたここのスペースに針を入れて糸を引っ張ってきて、1、あと2つ、2、3、隣のスペースも細編みで1、2、3、隣も1、2、3、こんな感じでね3つずつ入れて進んでいきます。ここが最後のスペースになります。細編みを1、2、3、はい、そしたらこれでぐるっと一周編めました。ここが最初ですね。でこのままですね最初のところから編んでいきたいと思います。すぐつなげて編んでいきますね。で最初はこのちょっとちっちゃいこの目、ここに針を入れて細編み、
隣も細編み、隣も細編み、3目細編みが編めました。そしたらこのままくるっとひっくり返して3回細編みを編みます。ここから1、2、3。はい、そしたらこのまままたくるっとひっくり返して、ここからですね、まず最初の目は細編み、そしてこことここを2目一度に編んでいきます。2つの目を1つにしていきます。まずここ針を入れて糸を引っ張ってきて、隣の目ここも針を入れて、よいしょ、こんな感じでね、はい、2本こうかかって糸を引っ張ってきて、でこの3本いっぺんに編みます。そしたらこれをまたくるっとひっくり返して、裏から1目2目ここ細編みを入れていきます。1つ目細編み、もう1つ、これちょっとなんか糸が後ろの方に行っちゃっているかなと思うので、ちょっとこうひっくり返しながら、これね2本取れた。ここを細編み、はい、そしたらまたくるっとひっくり返して、今度この2つの目を1つにしていきます。すぐのところに針を入れて糸を引っ張ってきて、隣の目ここもね V をしっかり拾って糸を引っ張ってきて、今3本かかっているものを一気に編みます。そしたらまたくるっとひっくり返して裏、はい、ここは1つ細編みを編みますね。はい、そしたらまたくるっとひっくり返して、ここからですね1回鎖編みを編んで、この横を引き抜き編みで降りていきます。はい、どこを引き抜くかとかね、かっちり決まっていないので、引き抜きやすいところをね引き抜きながら降りていくんですけれども、まずはじゃあこの辺に1本すくって引き抜いていきます。はい、そしたらこう横になっている糸、これは引き抜きにくいので、これを飛ばしてですね、この下あたりのここ針を入れて引き抜きます。その下の糸も1本拾えるかな。2本引き抜いても大丈夫です。2本入れてもいいですし、はい、次がこう横になっているのでね拾えないのでスキップして、その下のこの1本、その下のこれは2本すくえるかな、はい、すくえるところを引き抜き編みして降りていきます。これはちょっと横になっているので、横になっているところは飛ばして、この辺りに最後引き抜いて、よいしょ、はい、こんな感じでねピーッと降りてきました。そしたらこれをこの隣の目ですね、ここではなくこっちの隣の目、ここに針を入れて引き抜きます。はい、そしたら、隣の目も引き抜きます。そして隣の目も引き抜きます。はい、1、2、3回引き抜いたら、またこの葉っぱを作っていきます。ここからですね、3目細編みで進みます。1、2、3、はい、そしたらくるっとひっくり返して裏から1、2、3、3目細編みが編めたら、またくるっとひっくり返して3から2にします。まず最初の目は細編み、そして隣とその隣、ここは2目1つにしていきます。引っ張って隣の目も引っ張っ
して3本いっぺんに編みます。そしたらまたこれをくるっとひっくり返して、この2目を1つずつ細編みを編みます。はい、そしたらまたくるっとひっくり返して、今度はこの2つを1つにしていきます。針を入れて糸を引っ張ってきて、隣も針を入れて、糸を引っ張ってきて3本いっぺんに編みます。そしたらくるっとまたひっくり返して、ここ1目だけ細編みを編んだら、またくるっとひっくり返して、はい、1回鎖編みを編んでから、ここピーッと引き抜き編みで降りていきます。このね、すくえるところ1本もしくは2本拾いながら、この横になってる糸は拾いにくいので飛ばしたりして下に降りていきます。ここは横になっているので飛ばして、この拾いやすいところを拾いながら引き抜き編みで降りれました。そしたらここはここですね。ここではなく、ここにこんな感じになっている。ここに針を入れて引き抜きます。隣も引き抜きます。その隣も引き抜いたら、ここからまたこの葉っぱを作っていきます。今と全く作り方同じです。はい。3目で葉っぱを作って、その隣からは3目で引き抜いての繰り返しになります。こんな感じでぐるっと一周編んでいきます。はい、今ぐるっと葉っぱを編んできて、私はこの葉っぱが8枚編めました。で、最後の葉っぱこんな感じピーって引き抜き編みで降りてきて、これを下に引き抜きます。目はここですね。はい、ここに針を入れて引き抜いて、そして隣も引き抜いて、隣も引き抜いたら、ここで糸をカットします。で、このままピーッと引っ張ったら、とじ針に糸をセットして、そうですね、この辺に針を入れて、でまたこっち側に戻して、でこういう風な感じになるので、この裏側にね、見えないところに隠していきます。で、最初のこの糸もね、一緒に糸処理していきます。大変申し訳ございません。私、葉っぱですね、なんと9枚編めてました。はい、数え間違えちゃいましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9枚葉っぱがあります。はい、そしてですね、あとここからここに紐を通したら完成になります。はい、紐は市販の紐でもいいですし、リボンとかでもいいですしね。はい、私は今回ちょっと紐を編んでいこうと思います。はい、すいません、ちょっと久々の動画撮影でね、はい、間違えちゃってます。それではですね、まずこの紐を作るので、糸とこれで鎖編みをしばらく編んでいきます。はい、まず輪っかを作ってから鎖編みで、そうですね、だいたい私のこのサイズでいうと、紐2本作っていくんですけれども、これがぐるっと一周編めて、ぐ
ぐるっと一周こう長さ的に回って、あと少しこっちに出るかなぐらいの長さがいいと思うので、ちょっとしばらく編んでみますね。鎖編みでずっとこう長く紐を作っていきます。はい、今鎖編み編んできました。私はちょうど30センチちょっとぐらいこの鎖編みを編んだんですけれども、こうですね、パイナップルをこう置いて、こうくるーっとくると少しここ余るぐらいですね。はい。で、ここまで編めたら、先にこの糸をカットします。で、ピーッと引っ張ります。はい。そしたらですね、同じものをもう1本作りました。2本紐ができました。これをですね、私こんな感じで閉じ針にセットして、これをここに、紐を通したいと思います。はい。感じでね、どこでもいいんですけれども、どこかから紐を通して、こんな感じでね、ぐるっと一周通していきます。よいしょ。はい、今こっち側がね、こうぐるーっとこう来たので、今度反対側もぐるーっとこっちから、この紐を通していきたいと思います。こういうふうに半分に折ったら、ここがちょうど反対側になるので、ここからですね、針を入れて、これもぐるーっと一周。こんな感じでね、ちょっと重なるところはね、糸を取らないように、他の糸をこう編まないようにしながら、避けながら、こんな感じで、よいしょ。はい、これでこんな感じでね、紐両方ともこういう感じで通りました。そしたらこの端はね、糸処理、この中の見えないところに隠してあげたりとか、あとこの余った糸でね、こう2つ編み付けてもいいですね。はい、お好みでこの端はね、糸処理してみてください。はい、完成しました。こんな感じで仕上がりました。はい。とても可愛くできました。最後私はウッドボールをつけてみました。こんな感じで開くと結構しっかり物が入ってキュッと引き締めるとこんな感じですね。ちょっと葉っぱを整えてあげると、はい、可愛いパイナップルです。できました。はい、とても夏らしいのでね、ぜひ皆さん作ってみてくださいね。それでは今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もしよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。